サラーン優勢です。2024年7月3日世界周遊195日目です。ということで今どこにいるかというと、ウズベキスタンサマルカンドに来ているよ。今回はシルクロードで栄えた青の都サマルカンド編。それではレッツゴー。ここサマルカンドの歴史はとても長く、紀元前にまで遡ります。かつてここに住んでいたソグド人がシルクロードの中継地としてかなり活躍しました。その後8世紀になるとトルコによってイスラム化、1200年代にはチンギス・ハーンによって一度破壊されてしまうんですが、その後1300年代にティムール朝というものができて、それでね再度再建されました。ということでまずはレギスタン広場にやってきました。ここは2001年にユネスコ世界遺産として登録されました。レギスタン広場に入りました。入場料は1人5万スム、日本円で650円です。それでは早速見学したいと思います。レギスタンとは砂の場所を意味するペルシャ語。ここには大きな3つのマドラサがあります。マドラサはイスラム教の神学校です。まず広場に向かって左側、ウルグベクマドラサを見学したいと思います。このマドラサが完成したのは1420年。この広場で一番古いマドラサです。建物入り口のアーチ型のゲート、タイルで描かれたこの模様がとても美しいです。中はこのように中庭になっていて、かつて使われていた小さな教室がたくさんあります。現在その教室はこんな感じでお土産屋さんになっています。マドラサ内はこのように博物館があるので少し見学したいと思います。館内はこのように白い壁に水色の柱、とても可愛らしいですね。展示されているのはこの辺りで出土したものや、こんな感じでかつて使われていたアクセサリーです。こんな感じでシルクロードについての説明なんかもちゃんとあります。これは60センチ ×80 センチの大きなコーランです。このマドラサの建設を命じたウルグベクは王であり、このマドラサの先生であり、そして天文学者でもありました。次にウルグベクマドラサの正面、広場の右側、シェルドルマドラサを見学したいと思います。このマドラサは1636年に完成しました。イスラム教では偶像崇拝が禁止されているんだけど、マドラサにはこのように生き物の絵が描かれています。それではシェルドルマドラサの中に入りたいと思います。ここもさっきと同じように中庭になっていて、2階建ての建物にはかつて使われていた教室の部屋があります。相変わらず壁の装飾が本当に美しいですね。このマドラサの見どころは正直少なめ。もう一つのマドラサに行きたいと思います。それでは最後は広場正面にあるティリアコリーマドラサを見学したいと思います。このマドラサが建設されたのは1660年。広場で最も新しいマドラサだそうです。このマドラサは1階建てですね。一番新しいマドラサといっても完成から364年経っているので、こんな感じで少し歪んでいます。
ここは新学校ですが、モスクも併設されているそうで、このドームがある建物がモスクです。それではこのモスク内に入りたいと思います。壁にはサマルカンドブルーの青と金が使われていて、本当に神秘的です。ちなみにイスラームでは男女別学が基本なんだけど、このマドラサでは女性も勉強できたそうです。現在の時刻は午後3時40分、約1時間30分レギスタン広場を見学しました。ここにはまた夜戻ってきたいと思います。さっきのレギスタン広場と他の観光地を結ぶこの道はタシュケント通りと呼ばれています。こんな感じでちょっとおしゃれな建物とかお土産屋さんが軒を連ねています。ウズベキスタンの伝統衣装ですかね。すごく柄が可愛いです。こういう可愛いお皿とかを見ると買いたくなってしまいますが、今回はやめときます。この大きな建物はビビハニムモスク。かつて中央アジア一帯を支配していたティムール朝の王アミール・ティムールが建設を命じたモスクです。このモスクは1399年から1404年にかけて5年間かけて建設されました。入場料は1人4万スムなので日本円で520円です。ただしカメラを持ち込む場合はプラス4万スムかかるので合計8万スム、日本円で1040円です。それではビビハニムモスクを見学したいと思います。モスク中央には大きなコーランが展示されています。このモスクはたったの5年間で建設されたから耐久性が低く、現在中に入ることはできません。現在はこのように木製のバリケードが張られていて中には入れません。覗くとこんな感じ。ビビハニムとは第一夫人を意味する言葉で、ここでは王妃を指すそうです。このモスクが建設された当時、ティムールはインド遠征をしていました。彼の帰国前にこのモスクを完成させようとした彼の奥さん王妃は工事を急がせたそうなんですが、なかなか思うように工事が進まなかったそうです。そんな中、優秀な建築家の一人がその王妃に恋に落ちてしまいます。そして彼はこう言いました。もしあなたにキスをさせてくれるなら、このモスクを期限内に完成させてみせます。ティムールを思った王妃はそのキスを承諾、そして建設家は頬にキスをしました。ティムールの帰国前にこのモスクは完成するんですが、ティムールが帰国した時、王妃の頬にその跡が残っていたそうです。それを見つけたティムールは建築家を処刑、王妃をミナレットから投げ捨てたそうです。とても悲しいストーリーですね。ここはモスクの敷地内にある修復された建物です。壁はタイルではなく筆で描かれています。イカットブティックカフェ&レストランにやってきました。ここは2022年に日本人とウズベク人夫婦によってオープンしたレストランです。店内の雰囲気はこんな感じ。メニューはウズベキスタン料理が中心でいろいろあるので迷っちゃいますね。ということで今回私が注文した料理が来ました。まずはラグマン、3万5000スムなので日本円で455円。こちらはマンティ、2ピースで2万スムなので日本円で260円。飲み物はコンポットにしました。8000スムなので104円。
合計税込み6万9000スムなので日本円で897円です。キルギスタンと違ってラグマンはこんな感じで丼に入っています。麺が多め、具もたくさん入っています。それではいただきます。コンポットは数種類のフルーツを鍋で煮込んだジュースです。現在時刻は午後8時30分、レギスタン広場に戻ってきました。日が暮れてライトアップされています。これはこれですごく神秘的ですね。美味しそうだったのでこのお兄ちゃんからアイスを買いました。5000スムなので日本円で65円、安いね。値段の割にすごく美味しそうですね。それではいただきます。牛乳アイスだ。めっちゃ美味しい。これアイスを買ってる間に午後9時になってライトアップが始まりました。めっちゃカラフルだな。これこんなにカラフルにライトアップされてますが、世界遺産であり宗教施設っていうんだから驚きです。明日は仕事の後、ここよりももっと青いところへ行きます。おやすみなさい。2024年7月4日世界周遊196日目です。今日も仕事が終わったのでこれからサマルカンドの観光をしたいと思います。まず最初にやってきたのは昨日行ったビビハニムモスクの隣、シオブバザールです。それでは簡単にバザール内を散策したいと思います。このバザールではドライフルーツがたくさん売られています。こちらは採れたての野菜とフルーツの売り場です。こんな感じですでに切られている野菜なんかも売られてます。さすが観光地だけあって観光客向けのお土産屋さんもたくさん並んでいます。この辺はウズベキスタンの伝統衣装ですかね。かなりカラフルで素敵です。ここも道が整備されています。左側の建物、これはモスクです。ウズベキスタン初代大統領イスラム・カリモフのお墓が安置されています。ということで今日はシャーヒズンダ病郡にやってきました。入場料は1人4万スム、日本円で520円です。それではシャーヒズンダ病郡を見学したいと思います。おー、すごいですね。こここそが青の都という名前にふさわしい場所です。これらの建物は11世紀から19世紀にかけて建設された廟、つまりお墓です。かつてはたくさんの廟が残っていたということですが、現在は14個だけ残っているそうです。入り口から近いこの豪華な廟はティムール朝の王アミール・ティムールの妹のお墓です。こちらの豪華な廟にも入りたいと思います。この廟もすごく美しいですね。それではどんどん奥に進んでいきましょう。ここシャーヒズンダには生ける王という意味があり、それはとある伝説に関係しています。イスラム教の預言者ムハンマドの孫アッバースがこの地で礼拝している途中に、世界最古の宗教ゾロアスター教徒によって首を切られました。
しかしアッバースはお祈りを続けた後、自分の首を抱えて井戸に潜ります。その後アッバースはそこで永遠の命を手に入れたということです。この美しい青サマルカンドブルーは中国の陶磁器とペルシャの顔料が出会って誕生したものです。しかしながらかつてはラピスラズリも使われていたということです。一番奥の廟は残念ながら写真撮影が禁止されていますが、この奥にも美しい廟がありました。ということで以上シャーヒズンダ廟群でした。ちょっと休憩するためにビビハニムティーハウスにやってきました。お店の雰囲気はこんな感じです。メニューはこんな感じです。ティーハウスといってもご飯系がすごく多いですね。今回注文したのはこちらです。15,000スムのケーキ、日本円で195円。それからレモネード、12,000スムなので156円。合計27,000スムなので351円です。まさかレモネードがこんな瓶で来るとは思わなかったですね。なんかこれ洋梨の味がします。このケーキ結構大きいですね。あ、パリパリしてる。パイ生地です。それでは本日のディナーはこのレストランにしたいと思います。店内はこんな感じ。とてもおしゃれですが電気がチカチカしてますね。メニューはこんな感じ。観光地価格でちょっと高めです。一人でこの席を使うのはちょっともったいないぐらいですね。暑いけどまずはチャイをいただきます。今回はグリーンティーです。ということでまずはグリーンティーからいただきます。器が可愛いね。日本の緑茶とはちょっと違う。でも美味しいです。今回注文した料理はこちら。まずはプロフ、4万スムなので日本円で520円です。それからトマトサラダ、3万スムなので日本円で390円です。それではいただきます。ここのプロフはそんなに脂っこくないですね。すごく食べやすいです。トマトサラダはちょっとかなと思ったんだけど、こんなに大きな器できました。しかも器は結構可愛いですね。ということで今回の動画ではシルクロードで栄えた青の都サマルカンドを散策しました。では今回の動画これで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。